皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、皆さん待ちに待ってると思うんですけれども、2025年上半期プチプラベスコス発表です。あっという間にベスコスの時期ですよ。撮影しているのが6月のもう前半なんですけれども、今月の中頃には全雑誌のベスコスが発表になると思うんです。その前に私たちはベスコスのことをしてるんですけれども、各美容雑誌の特徴に合わせて選ぶんですけれども、私の YouTube では本当に個人的なベスコスとして選ばせてもらってます。個人的ベスコスのプチプラ編ということでやっていこうと思いますので、最後までご覧ください。今年のプチプラはね、プチプラのくせにと言ったら失礼ね、プチプラなんだけれども、すごい技術を搭載しているものが結構多い。今までのプチプラっていいね、成分を入れましたがメインだったんですけど、今回はもちろん成分もそうなんですけれども、全部が全部ではないんですけれども、技術の素晴らしさっていうものが際立った感じかなというふうに思っているので、意外かもっていうものまでたくさんあると思うので楽しみにしてください。では早速クレンジングからいきたいと思います。もうプチプラじゃなくてもトータルで良かったなと思うのがこちら、オルビスザクレンジングオイルになります。もちろんこれ自体も発売になった時に深掘りはしてるんですけれども、好きな人はわかると思うんですけど、さらっとした軽めのオイルとデパコス寄りになるととろっと重めのオイルがあると思うんですが、これ自身は重めのオイルになっています。肌の皮脂に近いオイルを使っているんですけれども、一番のポイントはマルツーファーといって、オルビスというのはポーラオルビスグループなので、ポーラの技術も使えるんですね。ポーラの BA の保湿に使われているマルツーファーっていう成分が入っていて、保湿なんですけれども、毛穴にお水の膜を張ることによって一回汚れが浮いたものが再付着しない技術を使っているんですね。お水の膜なので汚れもつかない上に、落とした後の突っ張り感もなくてしっかり取るものとしっとり感って相反しているものだと思ってたんですが、独自のポーラオルビスグループが持っているマルツーファーっていう成分を入れることによってまさかの両立ができてるっていう、これ多分奇跡のクレンジングオイルだと思うんですよね。なので毛穴の汚れ自体もすごく落ちるし、洗い上がりもしっとりしますよっていうクレンジングオイル多いと思うんですが、化粧水を塗ったみたいなしっとりなので、技術力の高さをすごく感じて、もう私大好きで発売から使っているクレンジングオイルになります。なのに価格が2000円っていう価格設定間違えたんじゃないか疑惑を私は持っているぐらいなので、クレンジングオイルが好きな人はもちろんなんですけども、クレンジングオイル苦手だよっていう方も使ってみてもらうとびっくりするかなというふうに思います。続いて洗顔はこちら、ファンケルスキンコンディショニング洗顔です。洗顔部もめちゃくちゃ迷ったんですよ。3月に発売で、それよりも前に皮脂テカミンに寄り添うような洗顔がいくつか出てたんですね。なのでその洗顔が出た時にはもう私は皮脂テカを代表してそっちの洗顔の方がいいなって思って、もう最初はずっとそればっか使ってたんですけれども、ファンケルのスキンコンディショニング洗顔が見落としてたというか、3月に発売で3月だから早いじゃんと思うかもしれないんですけども、ベスコスを選んでる私たちは1月2月とかに発売になったものを早めに使っちゃうので、あれって思ってたんですが、使ってみたらびっくりというのも、スキンコンディショニング洗顔っていうぐらいなので、オルビスのクレンジングオイルに似てるんですけれども、洗顔とかクレンジングって洗った後が肌がむき出しの状態になって乾燥とかするんですけれども、こちらは水を味方にして洗い流した後に水の保湿膜が肌の上に乗っているっていうような洗顔なんですよ。保湿成分を肌に残しますよっていうものはあったんですけれども、これはそうじゃなくってお水の膜を張りますよっていう洗顔なんですよ。同じようで違うのは、保湿の成分を残しますよっていうものだったとしたら、汚れも結構落ちづらいっていうところもあるんですね。潤い感を取るか洗浄力を取るかトレードオフだったんですけども、ファンケルさんはボレオイルサルコシン K という洗浄剤を配合することによって、泡で汚れをしっかり取った後に流す時に吸って
てグミのような膜を貼ることによってお水の膜が張るっていうことになるんですね。同じような感じで潤いが残りますよっていう洗顔なんだけれども、汚れ落ちっていうことも両立できてる。だから取り去るだけじゃないんですよね。潤いも一緒に兼ね備えているっていう同じようなコンセプトでデパコスとかでも出てるんですけれども、オレオイルサルコシン系っていう洗浄剤自体はもともとあるんですけども、それの組み合わせで保湿膜に変化するっていうのはファンケルさん独自なので、成分自体が目新しいというよりは処方の妙によって保湿膜っていうことで水分が出ていくのを抑えるっていうところが素晴らしい技術力だなと思ったので、皮脂テカの私でも洗浄力としては物足りないなっていうのは全然思わなかったですね。くすみも取れるし、毛穴用ではないんですけどもすっきりとね落ちるような感じがするし、だけれどもお水の膜が張ってるなっていうような感じはあるので、びっくりするぐらいもっこもこな泡が立つので楽しんでもらいたいなと思って選ばせていただきました。続いて化粧水に行きます。こちらサナエクセルのデイスキンウェイキングスキンローションになります。エクセルさんっていうのはメイクとかで有名なブランドだと思うので、コンセプトとしては朝用のスキンローションなのでメイクのりを良くしましょうというようなコンセプトのものになります。朝晩使ってもいいと思うんですけど、確かに朝使うといいだろうなって思うのがおいくらだと思います？ 190ml で1800円なんですよ。なんですけれども入っている成分が浸透型ビタミン C って書いてるんですが APPS が入ってるんですね。良心媒性のビタミン C の誘導体なので皮膚の奥の方に入っていってハリカン、コラゲンの産生、シミ予防にもなるんですけども、ハリカンを出していくっていうものがプチプラで入っているっていうところもそうだし、それだけじゃなくてナイアシンアミドもベースで入ってるんですね。表皮と真皮をどちらもシワ改善も美白っていうところもできる成分ではありますので、プラスアルファセラミドで角層とかもきれいにしていく、3層にそれぞれしっかりとアプローチしてくれる成分が入ってるんですよ。結構みずみずしいので朝コットンパックみたいにしたら角層にパッと入っていくので明るくも見えてくれるし、メイクのりもいい、かつ APPS とかも入っているので紫外線とかに当たった時の防御力っていうのもあるのですごいなと思ったんですよ。ベルガモットとユーカリの香りで高級なマッサージ屋さんの香りっていうんですかね、スーッとするようなメントール系は入ってないんですけども、香りでジメジメしたりとか鬱陶しいような季節もすごくさっぱり仕上げてくれる。セラミドとかが入ってるんですけども、セラミド入りだと重くなるものもあるんですがさっぱりしているので、例えば日焼け止めのもろもろだったりとかファンデーションのもろもろとかにもなりにくいし、このお値段だったらめちゃくちゃいいなと思って選びました。続いてはですね、美容液に行きたいと思います。美容液と乳液が同じブランドなので乳液とクリームと一緒に行きたいと思うんですが、こちらです。ウィズメソッド AAA ビタシーブライトピュア VC セラムとエマルジョンクリーム、これでエマルジョンクリームって言ってるんですけど乳液になります。価格破壊すぎるよっていうウィズメソッドさんっていう感じなんですが、ウィズメソッドさんは松木オリジナルの PB になっています。メラの CC を当ててきたなっていうウィズメソッドだけを深掘りした動画も撮ってるんですが、成分がシンプルで保湿の成分であるプロピレングリコールとピュアビタミン C しか入ってないんですよ。ビタミン C がそのまんま入っているセラムっていう感じなんですね。多分メラノ CC も同じようにピュアビタミン C だけっていう感じですけど、抗菌のものが入っていたりして全顔塗るのはお姉さん世代にはちょっときついなっていうところもあるし、皮脂がすごく多くてニキビも気になっているよっていう人だったらメラノ CC でもいいんですけども、これは保湿プラスピュアビタミン C なので毛穴が気になるところだけでもいいんですけれども、皮脂テカさんだったら全顔塗ってもいい、プラスピュアビタミン C がしっかり入っている。お値段がなんと1980円っていうもう2000切ってるんですよ。何パーセントっていう風には入ってはいないんですけれども、結構な量は入ってるんじゃないかなと思うので、毛穴が気になる人だったりとか皮脂テカっていう人だったらピュアビタミン C のセラムはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ピュアビタミン C って酸化しやすいので一滴一滴出るっていう出方もメラノ CC にすっごい似てんの。空気が逆に入っていかないように工夫されて、これも似てんのよ。当ててきてんだろうなとは思うんですけれども、メラノ CC はどちらかというとニキビとかが気になる思春期向けなんですが、これはお姉さん
3世代の皮脂テカさんに寄り添ってくれてるんじゃないかなと思うし、ピュアビタミン C が高濃度になるとベタっとする感じと刺激感っていうのがあるんです。これはそこまではないので保湿成分と一緒に入れてるってところもあるんですが、そういった意味でもこのお値段でだったらいいのかなというふうに思います。続いてはこちら同じシリーズの乳液なんですが、ピュアビタミン C じゃないんですよ。ビタミン C の誘導体が入ってるんですね。何が素晴らしいかっていうと、私たちの顔ってやっぱりどんな人でも皮脂があるじゃないですか。だから皮脂に馴染むビタミン C の誘導体の方が早く角質を通過するんですね。なので即効性のビタミン C の誘導体とも言われています。脂溶性なので刺激感がすごく少ないんですよ。プラスアルファビタミン C って結構酸化したりするじゃないですか。それをアシストしてくれるようなワイルドタイムエキスだったりヒルベリーの葉のエキスだったりが入っているので、ビタミン C が酸化しても循環できるようにしつつ、乳液に最適な脂溶性のビタミン C を入れてるっていう、ウィズメソッドのビタ C シリーズってビタミン C を最適解にしてるので素晴らしいなと思うんですね。テクスチャーなんですけれども濃いかなと思うじゃないですか。でもね、塗るとみずみずしくて軽い塗り心地になるんですよ。ビタミン C を使いたいっていう人はこっくり感よりもサラッと感を演出したいっていう風に思ってると思うので、押すとお水がジュッと出てきてるような乳液になるんですけど、お水感はあるんだけれども膜も張るし、さっき言った即効性のビタミン C もあるし、夏ベタベタはしたくないんだけれどもエアコンとかの乾燥とかで気になる、だけれども毛穴とかふっくらさせたいっていう人にはかなりおすすめです。気持ちがいい乳液になっています。続いてクリームに行きたいと思います。クリームはこちらサナグラスーングルタブライト VC リフタンクリームになります。名前でなんとなく分かってくれると思うんですけれども、リフタンっていうぐらいのなので張りみずみずしさを演出してくれるよっていうようなもので、ビタミン C とグルタチオンが入ったクリームになっています。ピュアビタミン C とあと2種類のビタミン C の誘導体が入ってるんで3種類ビタミン C が入ってます。そこにグルタチオンが入ることによってビタミン C とグルタチオンというのは相性がよくって、ビタミン C が酸化したらグルタチオンがそれをサポートしてくれる。グルタチオン自体もすごく強烈な抗酸化作用を持っているので、日中紫外線が当たって顔が酸化したりっていうところにはこの2人がいれば怖いもの知らずなんですね。グルタチオンの化粧水とかも流行ってはいると思うんですが、絶対私はグルタチオンはビタミン C と一緒に入った方がいいと思っている。それを叶えてくれてますし、張りを出すペプチドもこのクリームには入ってるんですね。なのでビタミン C とグルタチオンで抗酸化をしながらペプチドで張り感を出していくっていうようなもので、あと膜を張ってくれるような処方もとっているんですね。なので濃厚なんですけれどもプルンと感があるというんですか、油で膜を張ってるっていうよりはタピオカみたいなものの薄い膜を張ってくれるので、ポリマでフラットにしてくれるっていうようなイメージなんですけれども、全然ベトつかないので朝もいけると思います。私みたいな皮脂テカでも朝引き上げながら塗ってファンデーションを塗るとツヤっとしたいい感じのお肌になるし、皮脂もあるんだけれども乾燥も最近気になってきたみたいな人にはぴったりかなというふうに思います。続いてはスペシャルケアに行きたいと思います。スペシャルケアはこちらです。パーフェクトワンフォーカス VC チャージスムースマスクですね。10種類のビタミン C 入ってんのよ。APPS も入っているし、脂溶性のビタミン C の誘導体も入っています。あとはビスグリセリルアスコルビン酸って言って、グリセリンが一緒についたビタミン C の誘導体なので、保湿感のあるビタミン C の誘導体だったりとか、ナイアシンだったりとか、厳選されたビタミンがしっかり入っているんですよね。そこにアゼライン酸、グルタチオン、グリシルグリシン。アゼライン酸はこう皮脂をね抑制してくれるじゃないですか。グリシルグリシンはすり鉢毛穴を抑えてくれる。グルタチオンっていうのはもうねビタミン C とはめちゃくちゃ相性がいいので、ピタッと密着するようなマスクなんですよね。私がいつも言ってるように3分から10分以内にしてくださいっていうふうにいつも言うんですが、これも5分でいいですよっていうところも素晴らしいなと思うので、毛穴も気になるしプラスアルファ透明感も出したい、集中ケアしたいっていう時にはお得なアイテムかなと思うので選ばせてもらいました。
はい、ということで2025年の上半期の個人的ベスコスプチプラ編なんですが、私って皮脂テカだし毛穴が気になるので、保湿系もね乾燥肌の人には心もとないのかもしれないし、好きな成分がビタミン C っていうのはもろバレな感じがしますけれども、でも夏って私にしてみれば皮脂コントロールと毛穴美白っていうものが最重要課題になるので、それをプチプラで叶えるためにはこのフォーメーションはかなりいいんじゃないかなと思うので、是非参考にしてみていただければ嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。次回はですね、2025年デパコス編というものをやっていきたいと思いますので、コメント欄に先生のベスコス、デパコスだったらこれかなみたいな予想があれば、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そしてですね、毎週火曜日にメンバーシップ限定でライブをやっているのと、メンバーシップ限定のですね、深掘り動画だったりとか出していますので、月額90円にはなりますけれども、メンバーシップ入っていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。